はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。皆さん、美味しい中華作っていますか？中華料理の味付けで困った時は、あれを入れれば全て解決です。そうです。ウェイパーです。これ一つあるだけで、一気に料理が本格的に大変身します。今日はそんな超万能調味料のウェイパーで究極の熟成肉を作ります。それでは早速やっていきましょう。ということで今日はこの肉を使って熟成肉を作ります。今まで数々の熟成肉を作ってきましたが、美味しいものと美味しくないものが分かってきました。今日は究極に美味しい味の王様と書くウェイパーを使って熟成肉を作ります。味の王様ですからね。この時点で勝ち確定です。だって何に入れても美味しくなりますからね。スープやラーメン、チャーハン、野菜炒め、困ったらウェイパー入れとけばとりあえず味が決まっちゃいます。カレーとかに入れてもいいですし、一人暮らしの強い味方です。ウェイパーは1981年より後期商工から販売されている中華調味料です。もともとは業務用調味料のシャンタンデラックスという総味食品が販売する調味料の OEM 生産で一般消費者向けに販売されたのがウェイパーです。業務用がシャンタンデラックス、家庭用がウェイパーという取り決めで販売をしていました。ですがお互いの契約の認識にズレがあったため、2015年3月末をもって総味食品によるウェイパーの製造は終了しました。認識のズレについては両者食い違いなどもあるみたいなので、どちらが正しいかわからないのでここでは詳しくは説明しません。ネットを検索すると色々出てきます。その後独自に製造元を探し新たに作られたのが現在のウェイパーです。シャンタンデラックスは現在もシャンタンデラックスとして販売を続けています。この元々あったものと分かれて現在も別々の事業を続けているパターンはホットモットとホッカホカ亭を思い出しますね。ウェイパーといえばこの赤い缶が特徴的ですよね。この缶の蓋に書かれた謎のおじさんはウェイパーおじさんとして親しまれています。なんかお笑い芸人でいそうな見た目のゆるい絵が癖になります。この人は後期商工の創業者で初代社長のパオルーミンさんだそうです。裏面を見ると色々な材料が書かれています。電話番号のニーハオが芸が細かいですね。早速蓋を開けてみましょう。匂いを嗅ぐとかなり凝縮されたガツンとくる匂いがします。でもすごい美味しそうな匂いです。中華を感じます。このまま部屋に置いてアロマとしても使えそうです。半練りタイプということで液体でもなければ完全固体でもないです。冷蔵庫から出して3分くらい経ったスーパーカップのバニラくらいの絶妙な硬さです。味はかなりしょっぱいですがかなり旨味が強くパンチがあります。それではこれをお肉に塗っていきます。まずはバットの上に網と布巾を敷いて、その上にウェイパーで土台を作ります。肉を置いてその周りをウェイパーでコーティングしていきます。なんか小学校の頃の図工の時間の粘土の授業を思い出します。この練っている感じが練り消しも思い出しますね。最近練り消しってあるんですかね。消しゴムのまとまるくんとかも懐かしいです。今思い出すと匂い玉って何のためにあったんですかね。ロケット鉛筆とか最近見ないな。バトル鉛筆は学校に持っていくの禁止でしたね。なぜか小学生はシャーペン禁止とか謎ルールもあったな。ノートの最初だけ綺麗な文字で書いてたな。小学校の時ってなんで授業の合間の20分くらいの休憩でドッジボールとかできたのかな。おっと大幅に話脱線してました。全体にウェイパーでコーティング完了です。こういう料理ありそうですよね。あとはオーブンで焼けば完成です。ですが今回はここから冷蔵庫に入れて1ヶ月待ちます。1ヶ月経ったので出しています。見た目は過去一何も変わっていません。質感も特に変わっていません。ウェイパー自体の時が止まっている可能性があります。もしかしたらバターと同じく中も変化がない可能性ありますね。それでは取り出してみましょう。あれ？思ったよりウェッティです。今までにないパターンですね。周りをトリミングして中をカットしています。中は少し色が濃くなりました。何もしていないお肉と比べると違いがよくわかります。それでは早速焼いて食べてみましょう。焼いている匂いは美味しそうな匂いがしています。これは美味しい可能性大です。カットして早速食べ比べてみます。いただきます。今日はベアレン醸造所のドライサイダーを飲んでいます。岩手県産リンゴを 100% 使用して作られたリンゴのお酒です。1本に2個以上のリンゴが使用されている贅沢な1本です。
フランスではリンゴのお酒をシードルと呼びますが、イギリスではリンゴのお酒をサイダーと呼びます。日本のサイダーとは違うので注意が必要です。結構酸味が強く 6.5% と少しアルコールが高いためか、若干アルコールを強く感じます。キリッとスッキリとしたシードルが好きな方にはおすすめです。それではウェイパー熟成肉食べてみます。まずは何もしていないお肉です。結局このお肉でいいんだよな。最近ちょっと硬い歯ごたえがあるお肉が好きです。島田の塩つけて食べてもいい感じです。次はウェイパー熟成肉です。まさかの中までしっかりとしょっぱいです。味はウェイパー風味で美味しいです。これはおかずとして考えたらありだけど、これだけで食べるのはきついな。このウェイパーをおかずに何もしていないお肉が食べられます。ちょっとこれだけで食べるのはきついのでギブです。ということでアレンジして食べてみましょう。まずは鍋にお湯を沸かしてウェイパー肉を入れます。そこに冷蔵庫に余っていた野菜を適当に入れます。最後に溶き卵を回しかけて完成です。味付けはいりません。それでは改めていただきます。優しい味です。肉から旨味が溶け出してスープにウェイパーの風味が出ています。しっかりとスープになっています。これは飲んだ締めにも良さそうです。軽くごま油とか入れても良かったですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ウェイパー熟成肉いかがでしたか？今度機会があればウェイパー作ってみます。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。